ライオンが今逃げているっていう噂を信じてしまって怖くて避難所から家に帰れないとかですね、そういう人たちが出てたんですよね。こんにちは。ファクトチェック活動をしているジャーナリストの古田大輔です。今は、日本ファクトチェックセンターの編集長もしています。今日はフェイクニュースに関する皆様からの質問にお答えします。This is Fake News Support。それでは最初の質問は、フェイクニュースを信じてしまう人の傾向は何ですか？皆さんにぜひ知ってもらいたいのはですね、みんな信じてしまいます。僕だって時にはやばい騙されたみたいなことがあるんですよね。僕の場合はですね、そういうふうに自分自身も信じてしまう可能性があると常に思ってるので、すぐにシェアとかしないんですよ。僕最近ツイートの数がどんどん減っていってるんですけれども、それはもう本当に世の中嘘情報が多すぎてですね、もう安易にシェアできなくなっちゃったんですよね。もう世の中には間違った情報とか不正確な情報がたくさんあるぞっていうことを知っておかないと、誰でも人は信じてしまう。次の質問です。なぜフェイクニュースは SNS で通常の報道より拡散されるのですか？偽の情報を作る人たちは、この偽の情報がみんなに広がればいい、こういう人だったらおそらくこういう情報を拡散してくれるはずだと思いながら作るんですよね。なのでキャッチーなんですよ。そっちの方が派手だし面白かったり、やっぱ人の心をざわつかせたり、怒らせたりするんですよね。そんなけしからん話があるのかみたいな。それに対してですね、事実っていうのはいかんせん面白くないことが多いんですよね。なのでフェイクニュースの方が拡散しやすいっていうのが現状です。フェイクニュースを作る人の心理は何のために作るんでしょうか？たくさんですね、私たちフェイクニュースを検証してきて、こういう類型があるなっていうのが分かってきます。3つの類型です。1つは、故意犯、2つ目が、確信犯、3つ目が愉快犯です。故意犯というのはその情報が間違っていると分かっていながら作る人たちですね。そして拡散させる人たち。この故意犯の人たちはなんでそんなことをするかというと、一つは例えば経済的な利益を得たい。今 X 上でたくさん読者が集まると、それに伴って収入が入るんですよね。でインターネットのウェブサイトだといっぱい読者がいれば広告収入が入る。でそういったものを狙ってその偽の情報を流す人たちがいます。あともう一つパターンとしてあるのは、例えば政治的な利益を得たい。選挙の時に自分と違う陣営の人を貶めたいとか、自分が有利な立場になりたい、そういうふうな利益を求める人たちもいます。で次が確信犯。その自分がやってることは正しいと信じている人たち。例えばですね、もうワクチンは毒なんだと、だからこんな毒をですね人に打たせるわけにはいかないという正義の心からですね、みんなワクチンは毒だから打ったらいけないよっていう情報を拡散させる人たち。こういう人たちは確信犯です。最後が愉快犯。愉快犯というのは、人が騙されたりですね、人が間違ったりすることに対してあいつ騙されたって楽しんでいたり、あと自分に注目が集まることが嬉しい、そういうタイプの人たちですね。故意犯、確信犯、愉快犯で、この中にはですね、情報を自分で作っている人たちと、その作られた情報を拡散させる人たちがいます。で確信犯の人たちもですね、時にはその人たち自身が作ることもあります。例えばですね、ケムトレイルって皆さんご存知ですか？ケムトレイルっていうのは飛行機雲なんですけれども、あれは本当は雲ではなくて人工的な物質で、闇の政府が人々を殺そうと思って世界にばらまいてるっていうのが昔からあるんですよね。実はこのケムトレイル陰謀論がソーシャルメディアの時代に大復活したと。一回それを信じちゃった人たちはですね、飛行機雲が空に現れるたびに危ない、みんなに教えないとって言って取っちゃうわけですよね。で確信犯の人たちがそうやってケムトレイル陰謀論をどんどん作って拡散させるみたいな状況もあります。フェイクニュースはインターネットが発達していなかった100年以上前にもありましたか？間違った情報を流す人たちはもうおそらく人類の始まりとともにあるんですよね。例えば日本語でもデタラメな根拠のない噂話であったり、そういったことを流言飛語って言いますけれども、こういう言葉も昔からあるわけですよね。で例えばユバル・ノア・ハラリってご存知ですかね。サピエンス全史っていう世界中でベストセラーになった本を書いた方ですけど、彼が言ってたのはですね、1000人が作り話を1ヶ月間信じる、これフェイクニュースだと。
でもこれがですね、この10億人が1000年信じたらそれは宗教だっていうことを言ってるんですよね。つまり宗教だってもう明らかにそれはないでしょっていう話をでも信じてる人たちがいる。でそれってフェイクニュースの一種なんじゃないんですかっていうふうな指摘をしています。こういった形でですね、もう人類とともにこういう作り話っていうのはある。そしてやっぱ今の問題はですね、これがインターネットの発達、そしてソーシャルメディアによってその拡散力というのがですね、インターネットのない時代とはもう全く異なるレベルになってしまったっていうのが今の現状です。フィルターバブルが原因でフェイクニュースが広まる事例は多いのでしょうか。これフィルターバブルっていうのは何かというと、このバブル、もう目に見えない泡ですねが自分の周りを取り囲んでいて、その泡の膜、フィルターを通してしか情報が入ってこないという状況です。例えばですね、Google の検索であっても Facebook であっても Instagram であっても、あなたが基本的に好みそうな情報が届いてきますよね。で、インスタグラム、僕韓国の女優のキムダミが大好きで、キムダミにずっといいねつけてたら、そのキムダミの写真ばっかり出てくるようになったんですけれども、そういうふうにインスタグラムがですね、あなたはこの情報好きですよねっていうのを届けてくれる、とても便利な機能なんですけれども、問題は偽情報を見始めた人のところには偽情報が届きがちになるんですよ。どうも地震は人工的に起こされているらしいというですね、そういったものを興味を持って調べ始めると、人工地震に関連する情報が届き始めるんですよね。で、こうなってくるとまさにおっしゃる通り、フィルターバブルが原因でフェイクニュースがさらに強化されていく、届きやすくなるという状況があります。なので本当は人が自分の好きそうな情報を見つけやすくするためのアルゴリズムっていうものが悪い方向に働いてしまうこともあるっていうのが現状です。本物と偽物を確実に見分けられる方法はありますか？ものによるとしか言いようがないんですよね。簡単に見分けられるケースもあります。画像とか動画を使った偽情報って多いんですよね。能登半島地震の時にはですね、津波が来てるぞと言って東日本大震災の時の映像を X 上に流すアカウントというのはたくさんありました。で、こういった場合どうするかというとですね、画像検索をかけるんですよ。その動画からスクショを撮ってですね、それを検索してみる。で、そうすると2011年に YouTube にアップされてるのが見つかるんですよね。そういうふうにこの Google の画像検索っていうシンプルなツールさえ知っていれば、これ絶対に引っかからないよねっていうようなものでも、そういったものを学ぶ場所がないんですよね。なので今私たち日本ファクトチェックセンターではファクトチェック講座っていう連載記事を公開していて、その中でですね、例えば、画像だったらこのツールを使ってみましょう、動画だったらインビッドっていうツールを使ってみましょうとか、いろいろ具体的な実例を挙げてそういう確実に見分ける方法っていうものを説明しています。ディープフェイク映像がフェイクであることを内容からではなく映像から見破ることは可能ですか？生成 AI のですね、特徴として細部の描写が苦手っていうのがあります。例えばですね、指を拡大して見てみると指がやたらと長いとかですね、指の数がなんか全然違うとかですね、爪がきれいに描写されてないとかですね、あと例えば髪の生え際が不自然だとか、あと動画だったら目の動きがおかしいとか、歯の見え方が変だとかですね、そういう細かいところを見ていくと結構描写できてなかったりするんですよね。で、風景とかでもですね、例えば僕らよくその生成 AI の間違いを探すときに着目するのは看板に書かれてる文字なんですよ。最近空って話題になりましたよね。すごく精細な動画を作ってくれる AI っていうやつなんですけども、その空でできてるやつもですね、後ろの風景にある看板を見ると字がデタラメなんですよね。だからこれは AI だなっていうふうにすぐ気づける。ただし今空の名前も挙げましたけれども、どんどん性能は良くなってるから、そのうちですね、おそらく看板に書かれてる文字とかも完璧に再現して人間の目とか耳とか指みたいな細部に関しても完璧に描写できるAI が生まれてくると思います。で、そうなってくるともう AI で判別するしかないだろうなと。で、実際今そういう技術も日本国内にもあるんですよね。人間の顔がこれが AI で生成された人間の顔なのかどうなのかっていうのを見極める技術みたいなものも存在するので、そういったものに頼ることになっていくと思います。フェイクニュースによって起こった事件や事故などはあるんですか？残念ながらあります。アメリカでピザゲート事件という事件がありました。これはどういう事件かというと、
アメリカ大統領選挙に関連してですね、民主党の人たちは児童の人身売買をしているとっていうふうな噂がネット上で流れました。これ完全に虚偽、全く根拠がないんですけれども、しかもその根拠地がピザ屋さんであるというですね、これまた根拠のない情報が流れて、でそれを信じ込んだ人がですね、そのピザ屋さんを襲撃して発砲事件を起こすと。これなんか本当に完全なデタラメを信じた人がその発砲という非常に重大なその事件を引き起こしたような事例ですし、日本だとですね、例えば熊本地震の時にライオンが逃げたっていう情報がツイッター上などで拡散したっていう事例があります。でこの時もですね、現地にいた人たちに話を聞くとですね、実際ライオンが今逃げているっていう噂を信じてしまって怖くて避難所から家に帰れないとかですね、そういう人たちが出てたんですよね。災害の時にはですね、みんな不安なんですよ。で情報がない。で情報がない中でライオン逃げてるよ気をつけてって言われたら、あ、これは大変な情報だ、みんなにも知らせないとって思ってしまうんですよね。だから拡散してしまう。この災害であったり選挙であったり人が注目するような事象にこそこういう偽情報はつけ込んでくるという特徴があります。嘘の情報を信じている人に真実を伝えるときにはどのようにして伝えるのが効果的でしょうか。その人がどれだけ強固にその情報を信じているかというのがとても重要です。本当に強く信じ込んでいる人にですね、その情報を間違ってるよって伝えると、多くの場合はその相手はその態度を固くするんですよね。私が信じているこれが間違ってるって言うんですかっていうふうに逆に反発してくることが多い。このことをですね、バックファイア効果と言ったりします。私自身もそういう経験はあるので、なかなかもう強固に信じ込んでる人に伝えるというのは難しいなと思っています。僕がですね、夫婦で違う情報を信じてしまったっていうケースを何度か取材させてもらったことがあって、なるほどなと思ったのがですね、間違った情報を信じ込んでいる人に対してこっちが正しいと伝えるのではなく、なんであなたはその情報を信じたんですかっていうのを聞いている。やっぱそういうふうな姿勢にしていくと、強固に信じている人に対してももしかしたらその人自身がこれは少なくともこの部分は間違っているよねっていうふうに気づいてくれるきっかけになるかもしれないと思います。フェイクニュースがない情報メディアってどこにありますか？前提として押さえておいてほしいのが、絶対に間違わないメディアなんて存在しないっていうことです。すべてのメディアは人間が動かしてるわけですから間違える可能性はあるし、自分たちがなんとなく都合のいい方向性で発信をしている可能性っていうのが常にある。だからここだけ見ておけば大丈夫みたいなものを探そうとすること自体がですね、その間違った情報の発信者につけ込まれる可能性があるっていうことを気をつけないといけないですね。常にどのメディアもこの間違っている可能性があるということを考える。これがメディアリテラシーの世界ではよくクリティカルシンキングっていう批判的思考って直訳されるんですけれども、その本質的な意味はあらゆる情報についてきちんと吟味しながらよく考えた上で理解していきましょうねっていう考え方、そちらの方が重要です。日本ではこの教育の中であんまり学ぶ機会が多くないんですよね。学校での教え方のスタイルを思い出してほしいんですけれども、先生が言ったことをそれが正しいと思って暗記するみたいなスタイルが多いですよね。みんなで意見を言い合って議論し合うスタイルっていうのが少ない。そうするとあらゆる情報に対してこれはどうなんだろうって吟味する姿勢が育ちにくい。この日本の教育も変えていかないといけないんじゃないかなという思う点です。皆さんご覧いただきありがとうございました。ファクトチェックの仕方とかを学んでもですね、相手を論破するとかではなく、より良いコミュニケーションをとっていく、お互いの相互理解を深めていく、そういう方向性で皆さんに学んでいっていただけたらなというふうに思っています。どうもありがとうございました。